はい、こんにちは。今日はね、レーザー銃やっていきたいと思います。前回ボスキャラである古代の子を倒したんだけど、その時ゲットした古代のレーザー、こいつを使って武器を作りたいということで行ってみましょう。まずここでは作業しにくいので、お前ちょっと邪魔すんなし。で、とりあえずこのレーザーの基本動作を確認しとくと、これ大きいやつとちっちゃいやつがあるんだけど、どっちも電気を通すとレーザーを発射する。で、このちっちゃいやつの話は一遍置いといて、でっかい方、こんな感じでレーザーが出ますね。とりあえずこれでさっきのロボットと戦ってみると、小さいダメージを周期的に与えてる感じで、よし、やっつけることができました。で、これね、電池の本数を増やすと出力が上がるんだけど、もうちょい増やした方が良さそう。電池はもうちょいあるんだけど、あとは実践で試しながら調整するか。ちなみにこのちっちゃい方を同じ電力で使ってみると、こっちはダメージが入らないみたいですね。これはこの2つで性能が違うってことなんだけど、ちっちゃい方はダメージを与えずに送電する機能だけがあるみたいです。なので使い道としてはリモコンとかセンサーとかに使えそうですね。まあ今回は大きい方を使うんだけど、ちょっとね材料が足りないので試しに使いながら要塞の中に資材を取りに行きましょうかね。で、今普通に電池をくっつけてたんだけど、まず必要になるのがコンデンサー。こいつは一度に大量の電気を出力するので、これで攻撃力が上がるはず。これがいくつかあればかなり出力が上がりそう。ただこいつは一瞬で電力が切れちゃうので、電池からコンデンサーに充電する仕組みがいるかな。あとはトリガースイッチをくっつけとけばグリップした時だけ発射できるので、これで操作性が上がるんじゃないか。そんな感じで適当に物を拾いながらちょうどいい感じの使い勝手を模索してるんだけど、ポイントとしては出力の強さと充電の速さと発射できる回数、これらに関しては数を積めばその分強くなるんだけど、そうすると重量が上がりすぎるので、手で持った時の取り回しの良さとのバランスを考えながら調整してます。そんな感じで実践にちょうどいい感じの手応えがつかめてきたんだけど、ちょっとね、要塞の中にスポナーがまだ残ってて、敵がまだわんさか出てくるので、もうちょい片付けますか。敵が多すぎて電池がいくらあっても足りないのと、そもそもレーザーではスポナーを破壊するほどの威力は出せそうにないんでね。なんやかんやって適当に資材が集まってきたので、この辺で使いやすい形に整えていきます。まずこれ出力が低い時は
攻撃力のないレーザーを発射するんだけど、これレーザーサイトとしてちょうどいいんだよね。なのでソーラーパネルをくっつけとけば電力も消費しないし出力も弱いので、常にレーザーサイトがついた状態にできるってな算段です。それと同時にこの電力をトリガースイッチの電力にしといて、オンの時だけメインバッテリーからレーザーに電力が供給されるようにしとこうかな。全体の構成は両手で持った時に取り回しができるくらいの重量に抑えといて、基本的に左手で持つのとトリガーを右手で引く構成にしてます。できるだけコンパクトにまとめたいところなんだけど、あまり部品同士を近くにすると漏電して誤作動するので、その辺の折り合いのつけ方も難しいところかな。で、これ前から思ってたんだけど、トリガースイッチって細すぎてつかみにくいんだよね。なのでトリガースイッチを複数まとめて一つにしてみましょうか。今回は3本を1束にして、このどれかをつかめば同じように動作するってな設計にしてるんだけど、だいたいこんなもんか。試しに打ってみると、なかなかいいかもしんない。草の塊だと粉々に砕いて発火させたりできるみたいですね。基本動作に問題がないことが確認できたので、要塞の外側のビーム砲、あいつを壊しに行ってみましょうか。この前はうまく当てられなかったんだけど、こいつなら、あれ？さっきはうまく動いたんだけどな。あ、わかった。これトリガースイッチの電力をソーラーパネルにしてるんだけど、この太陽の位置だとトリガー側のパネルに太陽光が届いてないですね。なるほどね。まあ原因さえ分かってしまえばそんなに大した問題じゃない。パネル同士を配線でつないでしまえば、どこかの面に太陽光が当たってる限り電力が供給されますね。真下に太陽光が当たるシーンはまずありえないので、とりあえず3面分配線しとけば大丈夫でしょう。これで試してみると、問題なさそう。ちなみに今回に限らずなんだけど、複雑なものを作るときは途中途中で設計図登録しながら進めてます。これは途中でうまく動かなくなった時とか、うっかり壊した時なんかにうまくいく状態まで戻してからやり直せるようにっていう小技ですね。あとさっきからたまにロードしたりしてるんだけど、これは試し打ちをした時に電池が減るので、バッテリーを充電する手間を省いてます。さっきの配線をした後でセーブをし忘れてたみたいですね。設計図登録はさっきしてたので、ここから再生成すれば問題ないでしょう。よし、これでビーム砲を壊しに行ってみましょう。いざ。ちゃんと破壊できますね。一定時間照射すると
コンデンサが空っぽになっちゃって、その状態だと大した出力が出ないので、この間チャージタイムが発生します。この時間を縮めるためには、もっと電池を詰めばさらに良くはなるんだけど、この辺が重量との兼ね合いで折り合いをつけたところですね。遠距離から敵を狙える前提だし、このくらいの待ち時間だったら十分実戦で使えるってな算段です。レーザー本体の性能としても結構遠くまで届くので、かなり強力な武器ですね。さすがに的が小さいので難しいところではあるんだけど、しっかり使えるし、使い慣れたらさらに命中率は上がりそう。そんな感じで外側のビーム砲はだいたい破壊できました。そんなこんなで、あとは内側の敵を倒したりしてるんだけど、かなり厄介なロボットを簡単に破壊できるのがでかいですね。連想系の部品がいっぱいゲットできてるんだけど、まだスポナーが残ってたりして、それなりに厄介な状態ではあるかな。その辺のお掃除については配信でやってるので、細かいところが気になる方はアーカイブの方を見ていただきたいところなんだけど、蘇生装置のおかげで無限に復活できるし、ほぼ力技で制圧してます。この辺は消化試合ですね。とにかくよし、これで要塞を制圧することができました。ということでレーザー銃やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。肝になってる古代のレーザー自体がかなり優秀な性能を誇るわけなんだけど、これ結構なバランスブレーカーですねボスキャラと言われる古代のコアを倒した後ってことで、クリア報酬みたいな感じでもあるんだけど、これがあれば戦闘はかなり楽になるんじゃないかな。とはいえ、実はね、私が今回本当に欲しかったのは小さい方のレーザー。これは攻撃力が発生しない代わりに安全に電力を供給できるんだけど、次はこれを使ってみようかな。ということで次回はリモコンやっていきたいと思います。小さいレーザーどこ行ったん？実はちょっと困ったことになってるんだけど、次はその辺の話からやっていきましょうか。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。